なんと、198円ということで、スーパーでですね、こんな感じで今回印象としてはですね、かなりですね、ほっそりした感じになるんじゃないかなという予定です。予定は未定なので何とも言えませんが。いつもありがとうございます。華道家のフライケです。ということで今回はですね、池坊の松花松風帯というですね、伝統のお花をこちらのですね、紅花で生けていきたいと思います。そしてですね、この紅花1本ですね、こちら2本、続いて3本、で、これで4本。これがついて、なんと、198円ということで、スーパーでですね、こんな感じでフィルムに入って売られていました。はい。そして柿がですね、こちら細長いタイプの柿に、中にはですね、こちらのいつもの丸い黒剣山を仕掛けていきます。まずは木取りということで、芯の枝を取っていきたいと思います。はい。大体こんな感じで、一旦芯ということで。続いて添えですね。添えを取っていきます。この短いところがちっちゃいところですね。これは取ってしまいます。で、この2本で添えにするような形にしていきます。はい、続いて体先ですね。体先を取っていきます。で、この中のこの子を使うような感じですね。これです。はい、次は添えの前あしらいを取っていきます。はい、こんな感じですね。でですね、新米をですね、ここの切った中からですね、取っていって、一旦こんな形にしまして、で、鯛のあしらいにこれも先ほど切ったものですね、切ったものを入れて、私の邪魔かな。で、これ鯛先がこうパッと入ると。で、この流れで、よいしょ、ちょっとずれちゃってるかもですけど、添えとあしらいが入るという形になります。今回は、剣山にこの足が細いので、いかにこの太い部分を残して留めるかというのと、あと鯛がですね、どうしても間延びしてるものが、細くて間延びしてるものが多いので、太いところを残しつつ全体と帳尻を合わせるというところがなかなか難しいところと、どうもこれは栽培物というよりもどちらかというと自然っぽいので、こうなんていうんですかね、茎のこう歪みみたいなものが多いので、まっすぐじゃないんですね。比較的こうなんかこう波打ってるような感じになっているんですね。なのでそこをどうやって合わせて消化の形、姿にですねまとめていくかというところがポイントになるかなと思います。というわけでやってみます。はい、では柿に水をちょっと足して、今回印象としてはですね、かなりですね、ほっそりした感じになるんじゃないかなという予定です。予定は未定なので何とも言えませんが。
で芯が入って、もう何本か入らないと見た感じちょっとわからないので、何本か入れてからまたご覧になっていただくと。今回の細いですからね、ちょっと細いので水際を整えるのはなかなか大変かもしれないです。続いて添えの前あしらいですね、入れていきます。なんかちゃんと止めても、ちゃんとささっと止めて刺さったように見えても、なんかすぐぐらっと動いてしまうような。結構この黒剣山も細いんですけどね。あ、細いというか細かいですね、剣山の目が。一旦ここでご覧になっていただきましょうか。はい、ちょっと前が合ってて水着はちょっとこの辺隙間空いてるかもなんですけれど、今こんな感じですね。あ、こうかはい、今こんな感じです。だいぶなんとなくできてきたなっていうのはわかるかなと思います。ではですね、こちらの前の方ですね、入れていきたいと思います。で、芯のあしらい、これつけてたんですけど、ちょっと後ろに当たって邪魔になってしまうので取ってしまいます。はい、続いて鯛先ですね。鯛のこのあしらいを入れる前に一旦鯛先を入れて様子を見たいと思います。はい、続いて鯛のあしらいですね。はい、というわけで全体入ったので、今何の直しもなく入った段階で予想としてこんな感じだよという感じですね。よいしょ。はい、すいません。ここまでですね、全体像が映っていなくて、芯の頭の部分が切れていたということで、一旦ですね、これまだ手直ししてない状態ですね。先ほどと同じ状態で全体見ていただこうと思います。ではですね、ここから、しっかりめに手直しをして、改めてまた完成したらご覧になっていただくということになります。はい、完成ということなんですけれど、ちょっといつもに比べてちっちゃいですよね。すいません。いつもだったらお消化とか縦のですね、長いものはですね、いつも横に長い絵ではなくて縦で撮影して縦で投稿してたんですけど、最初から横で撮影を始めてしまい、いけてる時にあれこれ縦じゃないぞというふうに気づくということで、ちょっといつもよりちっちゃくなっていますが、すいませんでした。ということで、ちょっとだけ解説を。ですね、この子が、この一番長い添えですね、この子が、若干違和感があるとは思うんですけど、この子がいなくなってしまうと、ちょっともう添えが弱すぎると、全体的に細いということで、これはつけとくということにしました。で、どちらかというと横に広げる花というよりも、縦にスラッとっていう感じですかね。鯛もそんなに
横にぐーっと出るようなものでもなかったので、で、この紅花もですね、かなり、咲いている。もう咲き切って、もうちょっとだけ若干枯れかけてるかな、どうかなぐらいな雰囲気なんですけど、まあこれも全体が咲いていけば、おめにね、まあこの子も咲いたりするだろうということでつけておきました。はい、というわけでこちら、スーパーで、200円にしては頑張った方ではないかなと個人的には思っています。というわけでここまで動画ご視聴いただきましてありがとうございます。この動画気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価のほど何卒よろしくお願い申し上げます。それではまた。